般若。般若は経の名にして苦海を渡る自己をとす。しかるに妬める女の鬼となりしを般若面ということは、葵の上の歌いに六条の見やすどころの音量、行者の経を読受するを聞きて、あら恐ろしの般若声や、と言える。より転じて、かくは小摂子に、石燕は般若について次のように説いている。般若はお経の名にして、この世の苦海を渡る人々を導く慈悲の船である。しかし妬める女が鬼となったのを般若面ということは、能の演目、葵の上に登場する六条の見やすんどころの音量が、行者の唱えるお経を聞いて、あら恐ろしの般若声や、ともだえ苦しむのを転じて、般若と呼ぶようになったのだろう。能の世界において般若は、嫉妬や怒りによって鬼と化した女を表す面で、その象徴的な存在が、源氏物語の六条の見やすんどころである。光源氏の正妻葵の上への激しい嫉妬により、生き量となったその執念が、般若の面として表現されている。安珍清姫伝説の後日談として語られる道成寺や、人をむさぼり食う鬼ババとしても有名な黒塚などでも用いられる鬼女の面である。目から上で深い悲しみや切なさを、鼻から下で激しい怒りや恨みを表しており、鬼女の二面性を表現している。面を傾ける角度によって様々な表情を浮かばせるのである。般若面はその色で品格を表しており、葵の上の六条の見やすんどころに用いられる品格の高い白般若、黒塚などに用いられる最も動物的な鬼畜を表す黒般若、その中間の品格、道成寺などに用いられる赤般若がある。般若面には怒りの進化形態もあり、普通の女がいかにして鬼女になり果てるのかが見える。普通の女を表す象女、目と歯に金泥を施し、怒りがたまる様を表した泥眼。髪が乱れて怒りが増幅し、目から下が赤く紅潮した橋姫。顔こそかろうじて人の形状を保っているが、角や牙が生え始めた生なり。怒りが収まらず角や牙が生え伸び、
鬼女になり果てた中なり中なりとも言われる般若と続き、怒りのあまり蛇のように変化し、耳がなくなって角と牙がさらに伸びたほんなりとも言われる信者が怒りの最終形態で最も恐ろしい怨霊面である。もう何を言ってもその声は届かない。般若面の名には六条のみやすんどころのセリフ、あら恐ろしの般若声やに由来する説のほかに、鬼女の面を作るのが優れていた能面師般若坊が由来だという説もあるが、元来般若とは言わずもがな般若心経の名であり、サンスクリット語のプラジュニャーやパーリ語のパンニャーに由来した言葉で、仏の知恵を意味し、正式名般若ハラミタ心経を訳せば、仏の知恵で悟りの境地へ渡る真髄、すなわち苦海を渡る実行、この世の苦海を渡る人々を導く慈悲の船なのであるが、いつしか恐ろしい鬼女の面の名になり変わってしまった。今宵は悲しみも怒りも忘れて、仏の知恵が湧く雫、般若湯を飲んで、夢うつつのままに、慈悲の船に揺られていくとしよう。あら恐ろしの般若声や。